うま塩大根漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、うま塩大根漬けを作っていきたいと思います。大根を切って漬け込むだけなのですごく簡単です。漬け込み時間も15分というとても短い時間で作ることができます。さらにですね、今回は大根の皮を使ったアレンジレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、お酢、鶏ガラスープの素、ごま油、お砂糖、塩、おろしにんにく、おろし生姜、白ごま、唐辛子。今回はこちらの材料で作っていきます。まず大根なんですが、今回1/21本で約 550g になります。この大根の量なんですが、だいたいね 500g から 600g ぐらいを目安に作ってみてください。そして味付けですね。今回はうま塩なんですが、鶏ガラの旨味を使ったうま塩レシピにしていきます。味のアクセントにニンニクと生姜を入れていくんですが、もしニンニクを控えたい場合はこちらは抜いていただいても大丈夫です。そして唐辛子ですね。こちらはお子様が召し上がる場合や、あとはね辛いのが苦手な場合は半量にするか、もしくは抜いていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめに大根の皮を剥いていきます。今回はねピーラーを使って薄めに皮を剥きます。そうすることで大根のねボリボリっとした食感も楽しむことができます。では剥いていきましょう。今回はね大根のこの上の部分を使用していきます。うま塩味なのでちょっとね大根の辛みが強いと食べにくくなってしまいますので、できるだけね上の部分を使用するようにしてください。はい、このように皮を剥きます。こちら余った大根の皮なんですが、こちらはね後ほど簡単なアレンジレシピをご紹介していきます。皮の部分も美味しく食べれるので、こちらも活用してみてください。そしたらですね、こちらの大根をまず半分に切ります。半分に切ったら今度は縦半分に切りましょう。手を怪我しないようにね切ってください。こちらも半分に切ります。はい、そして半分に切ったらだいたいね 5mm 弱ぐらいの幅で切っていきます。今回ね包丁で切ってますが、スライサーなどを活用していただいても OK です。はい、厚みはだいたいこのぐらいです。このぐらいの厚みを目安に切ってみてください。そして切ったものに関しましてはボウルの中に入れましょう。はい、このように入れておいてください。ではね、残りの大根も同じように切っていきます。はい、大根はこのように切ってください。そしたらここにお砂糖と、あとは塩を入れます。そして全体になじませてください。お砂糖もね、一緒にすり込んでいただくことで、しょっぱさをね、軽減することができます。塩だけでね、こうやって最初に揉み込んでしまうと、少しね、塩味が強くなってしまいますので、砂糖も一緒に入れてね、しっかり揉み込んでください。そうするとね、だんだんね、大根から水分も出てきます。大根からね、水分を出すと大根のえぐみも一緒に取れるので、しっかりね、ここでお砂糖と塩が溶けるまですり込んでください。お砂糖と塩のね、シャリという感じがなくなれば OK です。そしたらですね、この表面にピタッとラップを貼り付けます。そして軽くね、手で押さえつけてください。重しなどは置かなくて大丈夫です。このまま一度15分置いてください。ではね、大根を置いている間に唐辛子を切っていきます。まずキッチンバサミで半分に切りましょう。そして種を取り除きます。取り除いたら、あとはこちらを輪切りにしていきます。すでにねスーパーとかには輪切りになってるのも売ってるので、そちらを使っていただいても大丈夫です。唐辛子はこのように切っておいてください。ではね、今回ジップ袋で漬け込んでいくので、こちらジップ袋をね口を広げて用意してください。そしてこのね大根をまず絞ります。しっかりめにねギュッと絞ってください。
はい、こんな感じで絞ります。絞ったものはジップ袋に入れましょう。それではね、残りも同じように絞っていきます。はい、このぐらいね、大根から水分が出てきてます。こちらはね、もう処分しちゃって OK です。大根はこんな感じですね。そしたらこちらに調味料を加えていきます。まずお酢なんですが、こちらは一度ね、電子レンジで軽く加熱して、お酢のツンとした酸味を取り除いていきます。そうするとね、とても食べやすくなります。ちなみに今回使ってるお酢はね、穀物酢なんですが、よりまろやかな仕上がりにしたい場合は米酢を使用してみてください。こちらはね、お好みでチョイスしていただけたらと思います。それではですね、お酢を電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたらここにまずお酢を加えます。ちょっと温かい状態で加えると味もね、馴染みやすくなります。続いてここに鶏ガラスープの素、そしておろしにんにくと、あとはおろし生姜、そしてごま油、あとは白ごまと唐辛子を加えてください。そしてしっかり揉み込んで全体をなじませましょう。はい、OK です。このようになじませてください。あとはね、一度空気を抜きます。そして口を閉じましょう。はい、このようにね、きちんと空気を抜いてください。そうしましたらこちらを冷蔵庫で15分漬け込んでいきます。途中でもし時間がある時はこのように裏返してね、漬け込んでください。それでは漬け込んでいきます。はい、15分経ちました。こんな感じでね、味が染み込んでます。この時ね、一度味見していただいて、味を濃くしたい場合はもう少しね、つけてみてください。こんな感じでね、とても美味しそうに仕上がってます。それでは続いて、大根を置いている間に大根の皮を使った簡単なアレンジレシピをご紹介していきます。今回はね、炒め物をしていくんですけれども、ペペロンチーノ風に仕上げていきたいと思います。材料はこちらです。大根の皮、にんにく、お醤油、唐辛子、オリーブオイル、塩コショウ、パセリ、こちらの材料を使って作っていきます。まず大根の皮なんですが、今この状態で約 30g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてその他はですね、にんにくと醤油、あとは塩コショウでシンプルに味付けしていきたいと思います。こちらにもね、唐辛子を入れるんですが、辛いのが苦手だったりお子様が召し上がる場合は抜いて作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。では作っていきます。まずですね、こちらの大根の皮ですね、こちら適当に広げて、あとはね、食べやすい幅ぐらいに切ってください。ざっくりで OK です。このように切っておいてください。続いてにんにくです。にんにくはですね、薄くスライスしていきます。はい、そしてスライスしたらですね、このニンニクの芽を爪楊枝などを使って取り除いていきます。こちらはですね、焦げる原因だったり、あとはえぐみの原因になるので、きちんと取り除いてください。はい、ニンニクはこれで OK です。続いてパセリですね、こちらは刻んでいきます。こちらはね、彩りで入れるので苦手な場合は抜いていただいても大丈夫です。パセリはこれで OK です。では続いて唐辛子です。こちらをキッチンバサミを使ってまず半分に切ります。そして同様に種を取り出しましょう。あとはこちらもですね、輪切りにしていきます。唐辛子はこれで OK です。それでは炒めていきます。まずフライパンにオリーブオイルと、あとはニンニクを入れてください。そして火にかけましょう。火加減中火です。このままニンニクの香りが出るまで一度このまま炒めてください。はい、でこのようにふつふつしてニンニクの香りが出てきたら、ここに大根の皮を加えます。あとは塩コショウをね、軽く振ってください。そして炒めましょう。火加減はね、そのまま中火で OK です。軽くね、大根の皮にも焼き色がついてきたぐらいになったら火を止めます。そして最後ですね、仕上げにお醤油をほんの少し垂らします。そして唐辛子と、あとはパセリを加えましょう。そして最後混ぜます。はい、で全体がよく馴染んだらもう一度火にかけて、そして最後ね、さっと炒めます。はい、これで30秒ほど炒めれば OK です。
はい、これで炒め物の完成です。ニンニクの香りが効いてとても美味しそうな仕上がりになってます。ぜひこちらもね、合わせて作ってみてください。はい、これでうま塩大根漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように味がしっかり馴染んで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが大根の皮を使ったアレンジレシピです。こちらもね、ニンニクが効いてとても美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。味もね、しっかり馴染んですごく美味しいです。そしてこのね、鶏ガラの旨味と、あとはお酢の酸味がすごくアクセントになってます。ではこちら、大根の皮を使った簡単レシピのペペロンチーノ風に炒めた炒め物をいただきたいと思います。いただきます。ニンニクが効いててすごく美味しいです。そしてこの大根の皮のポリポリ食感が最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のうま塩大根漬けのポイントです。まず大根なんですが、賞味だいたい 500g から 600g ぐらいを目安に作ってみてください。そしてまず最初に皮を剥くんですが、皮を剥くときはピーラーで薄めに剥いていただいて OK です。そしてその後切りやすい幅に切って、そして縦に半分にしてだいたい 5mm 弱ぐらいのスライスにしてください。そうすることで程よい食感も楽しめて、かつ味も染み込みやすくなります。そして切り終わったら塩とお砂糖をなじませて15分ほど置いてください。そうすることで大根から水分が出てえぐみなどを取ることができます。この時ですね、お砂糖も一緒に加えていただくことでしょっぱくなりすぎてしまうのを防ぐことができます。そして15分経ったらですね、しっかり水分を絞ってから味付けするようにしてください。お酢に関してなんですが、こちらをですね、少し加熱していただくことでツンとした酸味だけを取り除くことができます。なので軽くね、加熱して加えるようにしてください。ちなみに今回私は穀物酢を使ってるんですが、こちらはお好みで米酢を使っていただいても OK です。米酢を使うとよりまろやかな仕上がりになります。そしてあとはですね、しっかりなじませてその後15分漬け込むだけなのですごく簡単です。この漬け込み時間はね、お好みの味の濃さがあると思いますので、ちょっと味見をして調整していただけたらと思います。そして今回はですね、余った大根の皮を使った簡単な炒め物レシピもご紹介しました。こちらもですね、ただ炒めるだけなのですごく簡単です。ニンニクが効いてとても美味しいので、ぜひね、大根の皮も合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はうま塩大根漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。